師様、星様、何か近づいてます。二人です。一人は赤笛なのですが、もう一人がタンクツカですらないような。ゴンドラの準備は？他这小群群也很可爱啊。これがシーカーキャンプか。ずいぶん高いところにあるんだな。あれ、そういえば。どうしたんだ？シーカーキャンプにはいつも見張りさんがいるんだって。だからね、近づくだけでゴンドラを下ろしてくれるって聞いたんだけど。赤笛にロボット、警戒されているかもしれないな。レグ、あそこまで手伸ばせる？両手なら。下面的云层好美啊！やってみよう。なんとか届き。レグ、どうしたの？何かに腕を掴まれた。まだ生きてたんだ、あのガキ。真の秘密とは、夜の闇や巧妙な罠の中ではなく、人の奥底にこそ隠れている。其实要找的答案就在自己心里。それは隔絶された場所で時を重ねて、純度を高め、得体の知れない謎へと変わっていく。天哪，这个也跟牢笼一样。要往高处走了。リコ、大丈夫か？よく登ってこられたね。哇，他这个脚。この辺は負荷が緩くなっているとはいえ、子供にはきつかった。哇，好有神性啊！哇，这么高！我私、リコと言います。リコ。他这个脚是机械脚吗？ライザの子だね。汚いね。是因为他诞生在深渊所以脏吗？还是说呕吐物？他的头也像牛角一样，不动筋。不动如山，所以是牛。哇，奥森完全不是我想的那么娇小，笑死！哦，他很爱惜的嘛。あなたがオーゼンさんですよね。その笛を見つけてくれたって。天哪，他的眼睛。そうだよ。私がオーゼンだよ。助けてくれてありがとうございます。リーダーから聞いたんです。アビスの中で生まれた私を呪いよけのカゴに入れて、それでお母さんと一緒に地上まで運んでくれたって。ああ、あれね。重くてさ、何度も途中で捨てていこうと思ったよ。思い出すな。大事な金まで放置して。他是更想要钟吗？置いとけば、あの子も来てくれたんだよな。欲しいことしたな。我去，这么阴森，而且他的声音有种魔力，感觉。君は赤笛だろ。ダメだろうに、こんなところまで来ちゃ。私、お
緒に奈落の底に行くんです。だからお母さんのことだけ聞いたらすぐに出て行きますから。だから。ああ、そうなんだ。はあ、それは君らがここに来ていい理由になるのか。不要把他们抓回去吧。ごめんなさい。とは言っても、赤笛がどうやってここまで来られたかには興味があるけどね。マルルク。麦露露库，星様。他的发带也可以收纳东西。僕がですか？子供同士の方が話しやすかろ。私はまだやることあるからさ。話は明日聞かせてあげよう。お二人ともこれを。哇，已经进化了，进阶了。哦，那看来还是没有把他们要抓起来，或者说是举报之类的。保険としてこれは預かっておくよ。出るときにその青笛と交換だ。我感觉他还是非常在意莱萨的。洁癖。啊。まずはここをご案内しますね。このシーカーキャンプはダイポルタという木の洞穴を利用して作られているんです。今も少しずつ内側の枠を広げて。都好可愛哦，真是。このダイポルタの根っこはアビスの外、遠く海の底まで伸びているそうです。直接可以顺这个树下去了。憶測だそうです。海の底に積もった栄養を取るから力場からの光が薄くても大きく育つとか。ほら、そこの壁とか洞穴の内側なんです。育ちすぎて絡め取られたりしないのだろうか。ここ使ってください。看这基地一直以来都一直没有遭受过什么迫害啊。お風呂、そっちです。本当は異物を洗う場所ですけど。私行ってくる。きれいになってくる。おや、不屈の花、どこしへ行と言ったっけ。本当にどこにでもあるんだな。レグさんはロボットなのに不思議ですね。嗅觉。お父さんに言われるまでは人だと思っていました。だから腕が伸びた時はちょっとびっくりしましたけど。僕も自分がロボだとはあまり思えないんだ。そもそも一体何なのか。どうされました？マルルクでいいのかな。はい。実は僕も不思議に思ってることがあってだな。何ですか？僕に答えられることなら何なりと。君は女なのか？不是吗？是吧？是用海水吗？从下面。大変なんだな。お互い苦労するな。やだな、レグさん。僕そんなことされてませんよ。好可爱的两个小宝宝。ごめんレグ。何か拭くもの。僕が着替え取ってきます。割って出てるんです。いちいち地上に戻らなくていい。反而不想去地面。もちろん本心も入っているんでしょうけど、本当によくしてもらってるんです。なんだか怖そうな人だったけど、いいお師匠さんだね。ええ、本当に。好帅啊！女骑士，他在想莱萨。
なあ、マルル君。何ですか？この部屋にある異物は何なんだい？リコがい这就像蜗牛吗？大丈夫ですよ。あれらは地上へ持っていかないものですから。この辺で取れた異物を選別した残り。4級異物なんですよ。就是比较常见吗？ほら、レグ見て。こっちが私の太陽玉。似てるけど、ここで每个都是独特的形状吗？異物って真相にあるも哇，の好神奇！複雑な形をしてるのが多いそうですよ。この辺で对啊，取れるものは这是什么生物的蛋卵吗？型の異物なんです。大昔の人が使ってた道具なのに不思議ですよね。いいなぁ、掘りたいなぁ。もっと止まっていてくれれば探掘もできるのに。そうだ、僕お師様にお願いしてみます。もう少しここで探掘とかしていきませんか？いいの？同い年くらいの子がここに来たのって初めてで、僕お二人と一緒にもっとお仕事とかしたいです。私もしたい。ごめんね、マルルクちゃん。是很冰冷吗？まだ奈落の底にいるお母さんがどんな感じかわからなくて、だから急いでいいのかどうかもわからなくて、わからないから急がなくちゃいけないんだ。そうですか。会有些孤单吧。一颗胆儿还是那么大。誰かいるの？怪物。没有头。脊柱也是露在外面的。哇，只是一个壳而已啊。但是感觉不像是从外面进来的，像是一直存在这里似的。哦，小嘴儿很可愛。しかしリコ、なぜまた僕のネット弁で小便を？ちゃんとおトイレ行こうとしたんだもん。でも夜起きて探している時に私見たの。まるでこの世のものじゃないみたいで、私ものすごく怖くなっちゃって、そんでレグのとこ潜ってたらそのまま。やだな、リコさん。シーカーキャンプにお化けの噂はありませんよ。他不知道吗？でもそうだぞリコ。奥森知道。非現実的な。他之前还相信奈特的话呢，生日那个。お母さんの封書にもなかったもん。お師様。面白そうな話をしているね。これはごめんなさい。ああ、そうか。君は気づいてないのではなく、あの子にもハボルグにも何も知らされてないのか。それって何の？知りたいかい？はい。だったらついておいで。そうじゃなければ見たことは忘れるんだね。天，我感觉奥森他还是有意在去帮助莉可莱扎的女儿。レグ。
君たちのことは今朝マルルクから聞いたよ。確認したいんだけどさ、君はライザの行方を追っているとか。はい、私お母さんに呼ばれたんです。こいつが上がっただろう。ライザは死んでいる。没有吧？君が母を追う旅はここで終わりだよ。大勢さんはどこでその笛や風書を見つけたんですか？墓だよ。我不相もう信。何日前だったかな。4層。巨人の杯の奥に常しえ港の群生地があってね。そこに墓ができてたんだよ。这是他那个武器吗？奸杀者的武器。あそこさ、ライザが好きな場所だったんだ。そんな。でもお母さんは私を呼んで。それ、ライザの字じゃないよ。真的是假的，被修改了なぜそんなも的。のが紛れてたのか知らないけど。那什么目的呀？ライザはいたずらでも。为了让立可往下走。あれ、君が奈落の底を目指す理由はなんだっけ？私自分で確かめに。それは明暗だ。墓でも暴いてみるかね。それに風書にあった謎の人影もレグに関係が。我感觉他在不断质疑他的勇气，他的决心。なるほどね。不知道是不是为了就是打压立可，让他回到安全的地方。ここは何だい？資質さ。知りたいからついてきたんだろう。什么白色的立方体？我才发现伊蒂最后结尾处他们几个躺在这一片花丛中的这个花儿，就是莱宰的墓地的那个花儿。当然，也在奥森所布置的这个房间里也都是这个花儿。而最后出现那个立方体也完全不知所云吧。不过本身他带领他们去的地方就不是昨天晚上立刻他看到那个人体的那个房间吧，就已经是另外一个地儿了。感觉奥森他一开始就是目标明确，想把他们带到自己的这个房间。这一集展现出来的奥森，我其实完全没有太感受到那种真正的敌意，就对立可，反而我感觉更多的是一种另类的关怀吧。包括他就是非常直截了当的说你妈妈已经死了，我感觉也是想去击退或者说去试验他的这个决心。当然我觉得立可一直以来他就是去寻找他妈妈，他妈妈在等待他，也算是他的其中一个想要去探索这个深渊的原因。他更多的还有包含着自己就是想去探知的这个欲望，他有着自己想要满足的好奇心，所以我觉得不完全都是因为他妈妈吧。在跟立可说他妈妈的死的时候，就其实也另一方面就是在告诉他，这个底下越到下面就是越危险，接下来将会是多么险峻的这个旅途啊等等，类似于也是在警醒着他们，这里可不是像你们这种天真的纯真孩童可以来的地方。越看这个第三层他们这个基地啊，包括整个的色调，在这一层都是像是一个断崖式的就是灰暗吧，区别于之前一些集他们那种感觉阳光明媚色彩比较鲜艳的这种地界。奥森本人都像是已经融入到这个第三层的灰暗中了，他的整个头发皮肤眼睛之类的，不知道是不是因为跟这里的光照有关系呢。奥森他看着就有些阴森，但同时呢我觉得他可能真的对于一些人命啊之类的可能比较淡薄或者冷漠，就毕竟他作为白狄常年在这下面应该见证了太多的死亡，可能多少都已经有一些无动于衷了。但是我感觉丝毫对他讨厌不起来，他身上就有一种神奇的魔力，可能就像深渊对于立可的感觉一样吧。
我也非常好奇为什么他不愿意回到地面上。当然我觉得就作为白狄，他们可能就是思维方式或者是他们的整个的思维体系已经完全区别于像我们这些就是在地面上的人了吧。虽然地面上有着那样美丽的日出，那么多美丽的景色，没有这么多危险和险峻的生活，但是可能这些已经不是白狄所期许的了。就是他们可能在这里长时间待着，也多少已经受到了影响了，他们反而会向往在这里这样子的环境下生活着。这一点还挺奇妙的，让我也很好奇，是不是深渊的诅咒或者说深渊的其他特质在就是从中作祟呢？这一届更加证实了之前所质疑的，就是立刻他收到这个信件是真假了。如果还真的是假的话，那为什么会想要引诱立刻来到这个深渊的深处呢？按理说他妈妈应该是在非常非常底层的地方了，而失去了这个踪迹。考虑到深渊这个危险性，就是写信给立可的这个人，那应该就是想引诱立可去死。然后就是这个出现是真空的人体吧，其实感觉出来他应该没有什么攻击性，应该不是什么真的怪物或者什么，他可能就是人已经衰退到了这个地步，可能是一些之前的探险者之类的，他们可能已经回不到地面上去了，就是他们的身体已经被这个诅咒深渊的诅咒给吞噬或者说是消解成了这个样子吧，还是挺恐怖的。但是他们的身体居然还有着意志，感觉想再往前爬，感觉现在有点怀疑是奥森他专门就是把这种人就是已经不行了的真空的人体放在他的这些基地的一些角落之类的，就是为了去恐吓这些小孩或者说是其他来到基地的人们。如果真的因为看到这样的无头尸体而吓得不行了，那可能也确实无法再挑战继续往下走，无法再去往深渊的深处了。其实奥森的这个办法也是比较可行的。那这期视频到这结束啦，我们下期再见，拜拜。